ナンバー37、ファースト、ブート、自作 FC ドローン、覚醒の瞬間。いろは電子工作所、第37回の報告です。バラバラだったパーツが一つにつながる。これまで個別に作ってきた筋肉やセンサー、そして頭脳。今回はこれら全ての神経網を結合し、ドローンに初めてプログラムという魂を注入します。一歩間違えれば火災が起きる緊張の作業から、機体が自分の意思で産声を上げるまでの瞬間を報告します。まず用意したのは、フレームにぴったり収まる 160mAh の小さなリポバッテリーです。しかし、このままではプラグの形が合わないため、別のコネクタへ付け替える必要があります。ここで、電子工作において絶対に破ってはならない火災注意の鉄則があります。それはプラスの赤線とマイナスの黒線を2本まとめて絶対にハサミで切らないことです。普通の紐を切る感覚で同時に切ると、ハサミの金属の刃を通じて電気がショートし、一瞬でバチーンと火花が飛んで爆発や火災につながります。リポバッテリーの電気を流すパワーは凶悪です。必ず1本ずつ切り、すぐにテープで保護しながら作業を進める、一瞬も気の抜けない緊迫した儀式となりました。無事に電源の生命線が完成したら、全てのパーツをドッキングさせます。3D プリンターで作ったマウントに、頭脳であるシャオと、バランス感覚のようであるセンサー、MPU6050 がチップと合体させ、細い配線をハンダでつないで神経網を完成させます。4つのモーターがウィン、ウィン、ウィン、ウィンと順番に短い音を立てて自立駆動しました。人間が回れと命令したわけではありません。プログラムされたドローン自身が4つのプロペラが壊れていないかを自分でチェックしているのです。全てを自作したフライトコントローラーが今小さな産声を上げました。プログラムを書き込む前に、まずは心臓マッサージ、つまりモーターの単体テストです。シャオから直接信号を送って、前回作った MOSFET のスイッチが正しく動くか、4つのモーターを1つずつ順番に回してみます。電流の門が正確に開閉し、4つのプロペラ全てが元気よく回るのを確認できました。ハードウェアの準備は完璧です。最後に、この機体が生きている証拠を確かめます。機体を手で持って前後左右に傾けてみます。パソコンの画面に目をやると、ドローンの傾き、つまりロール、ピッチ、陽の動きに合わせてグラフの数値がリアルタイムに、そして正確にグリグリと動いています。ドローンが自分の体勢を完全に理解した瞬間です。それではいよいよハイライト。パソコンの VS コード画面からドローンを飛ばすための専用プログラムを書き込みます。ビルドが成功し、青いバーが 100% に達しました。肉体はつながり、感覚も手に入れました。サイズは手のひら、しかし中身は立派な自立ロボットです。USB を抜き、新しく作ったバッテリーを接続した、その瞬間です。次回、重力を振り切るための恐怖のファーストフライト初の浮上実験に挑みます。自作ドローンは無事に空へ舞い上がることができるのでしょうか。それではまた次回。